僕らの最強ゲーム伝説アドベンチャー編死後の世界後半戦でございます。はい、パチパチ。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、引き続き、初のゲスト、熊野レストランを手掛けた大悟さんに、お付き合いいただきまして、後半戦も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。後半は、先ほどおっしゃってた、作るゲーム全部に死が関係してるとか、いうところも含めて、どんな風に作ってるのかなみたいなところのお話も掘り下げつつ、話聞かせていただきたいな。ゲーム開発の裏話というか、そういうのちょっと聞いてみたいなというふうに思っております。どうやってるの？だって、基本は大悟さんが全部やっていて、時々いろんなパートに対してヘルプがあるとしても、どんなペースで、どれぐらい毎日働いたらゲームって出来上がるんですか？それは大変としか言いようがないのですが、一応でも最近は複数同時にゲーム作ってたりしていて、それをどうしてるかというと、一応自分はおでんキャットの社長であり、なんかメインエンジニアみたいな感じでゲームを作ってるわけなんですが、ツールを作ったんですね。自分でゲームを作れる。で、そのツールをちょっと他の人にもちょっと使ってもらっているところがあって、それは企画をまずもう一人の人と一緒に考えて、一回投げて、細かいところ詰まったのを見て、またフィードバックしてってのを繰り返してますね。あ、じゃあ、一人開発でずっと何でもかんでも一人でやるっていうよりは、ちゃんとチーム構成みたいなやつが、あって、それをやってるんだね。ああ、そっかそっか。なんかちょっと考え方としては、おでんキャットっていう会社があって、そこに作家が複数いるような感じにしたいなっていうのは将来的な構想なんですけど、で、なんか自分もその中で一人の作家として、おでんキャットゲームを作りたいみたいな。なんかね、こういう質問があったんだよな。ものづくりには設計するところが好きな人と、作ってる作業をするのが好きな人と、作った後に遊ぶのが好きな人がいて、なんか遊んでテストするのが好きな人がいてみたいな話があって、この3つが全部揃ってないと完成しないみたいな話があるんだけど、ちなみに大悟さんってじゃあこの中で言うともしかして一番好きなのは設計するとこですか？じゃあ。そうですね。なんか僕はあれなんですよね。オープニングと、なんかエンディング来るとだいぶもう満足しちゃって、なんかその過程とめんどくさいなって思うことは実はあって。似てるな、俺も。それ。なるほどね。なんか、僕がすごいなと思ったのは、熊野レストランって11カ国語対応って書いてあったんです。14です。14か。14。14カ国語対応って、どうやったの？それって。英語はね、友達にちょっと手伝ってもらって、他は韓国語は京雲さんっていう方がいて、仲いいので、いつもお願いしてて。すごいな。ただ結構、声かけてくる人が多くて、ポルトガル語に翻訳したいよとか、トルコ語にしたいよとか、そんな言うならじゃあお願いしますわ。すごいな。それでやってるうちに14カ国語になったってこと？そうですよ。だからベトナム語とかトルコ語、積極的に対応する理由が全くなくて。そうだよね。僕は諦めてるからね、多言語が。結構。なんか。僕が圧倒的に押すのはロシア語ですね。あ、そうなんだ。ロシア。おでんキャット第4位の収益を誇る国なので。そうなの、すごいね。はい。ロシア語か、ムーンロシア語とかできねえかな、それ。じゃどうだろう、それ。やりたい人ならいると思いますけどね。いるのかな。いや、なんか、僕は、なんかいつもなんていうのかな、ゲームが売れたらいいなとかね。なんかそういう話もするし、なんていうか、商売のこと考えてやってるんだけど、でもいつも思うのはお金よりも人間関係とかで仲間ができたりとかした方が、ほど強化されて強いなみたいなことがあって、でそれがなんかやっぱり世界中で友達作る意味みたいなやつもすごい意味あるなと思ってたんだけど、なんかね、どんどん引きこもっていってるんだよね、最近いろんなことから。で、どのタイミングで自分でインディーゲーム作ろうとしたんですか？アメリカのサンフランシスコにインディーゲームフェスティバルっていうのがあるんですけど、GDC 発表する。まさかの俺と同じ動機なのか、これは。やっぱりね、あれを見たときに悔しいわけですよ。で、あそこに行きたいとやっぱいう気持ちは学生ながらにあったので。ちょっとまた話戻るんだけど、大悟さんはじゃあ基本的にはお話を考えるのとプログラムってこと？お話考えるのとプログラミングとマーケティングと、あとローカライズマネージメント。すげえな。あとでもやっぱ、いわゆる社長業ってあるじゃないですか。社長業ね。税金、
つまらないやつがいっぱいあって。そうか。そうですね。やっぱプログラミングもやっちゃってるから、あとウェブサイト作ったりとか。いつからゲーム作ってたんですじゃあそのシットの前も作ったんですか？作ってたのはもう20何年前。でも一番最初に作ったのは RPG スクールとか、スーファミで作ってたので。それ何歳の時 ?RPG スクールの最初って。でも最初に触ったのはプレステ版でした。すいません。それ中学生ぐらいです。でもやっぱりそんな感じなんだ。メモリーカードのブロックを消費して。わかる。あった。友達と貸して、スクールリレーとかやるわけですよ。なんかでもゲーム作りたい人ってさ、中学の時からさ、その場にある環境でさ、作ってるな、みんな。なんとか。なんか。ズンさんもデザイモンでなんか最初、なんか作ったとか言ってたし。みんな。小学校とかって紙に RPG 書くのよ。書いた。紙に書いたね、ゲームの絵。書いたな一応今回のテーマが、死後の世界のアドベンチャー編ということで、ズバッと最強のゲームはこれだっていうのを回答しないとこのラジオ終われないんですけども、いかがでしょうか？わかった。俺今これから最強ゲーム伝説作るよ。行くからね。こんだけ世界を股にかけて、スタッフを集めまくってゲームを作ってるインディーゲームはおでんキャットしかいない。そういうわけで、熊のレストランには最強の多言語化アドベンチャーの称号を与えます。ありがとうございます。割とリアル。ちゃんとしました。実はギリギリ今喋りながら考えました。最強の多言語アドベンチャー。熊のレストランです。皆さん。よろしくお願いします。いやこんな栄誉はないですよ。大悟さん優しい。大悟さんが優しくていい人だ。でもね、ほんとすごいと思う。これみんななんとなくへーって思ってるかもしれないけど、僕14言語に翻訳する作業を絶対やらないっていうか、マネジメントするだけでもやりたくないんで、多分やりたくないです。やりたくないことをやっちゃってるんで、結果的にすげえなと思うし。はい、ということで、最強の多言語化ゲームは熊のレストランに決定いたしました。おめでとうございます。皆さんお聞きいただきありがとうございました。大悟さん、お越しいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。さようなら。お疲れ様でした。熊のレストランよろしくね。ご視聴ありがとうございました。チャンネルの登録もよろしくお願いします。